こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Google コラボラトリによる筋電図の分析ツと題しをお送りします。この動画の内容は、コラボラトリに筋電図データを取り込む方法、時間軸と筋電図データのミリ V 変換、筋電図データのグラフ表示、整流処理と統計量の算出について解説します。筋電図データを読み込むまでを見ていきましょう。こちらの方が元となる CSV ファイルになります。このファイルをコラボの方に取り込む場合は、ファイル名ですね。これがCSV UTF-8 をカンマ区切りにして保存します。こちらでですね、名前をつけて保存で、こちらの方が、CSV UTF-8 これで保存 します。で、保存してそのファイルを取り込むことになります。で、このファイルですね。これを取り込む場合には、まずこちらの方ですね。左のこの、このマークですね。フォルダーマークをクリックして、ここに取り込んでいきます。で、こちらの方をドラッグアンドロップして、ここに、取り込みます。で、一定期間が過ぎると削除されるっていうメッセージが出ます。で、取り込んだのがここになります。で、これを使ってですね、処理をしていくんですけども、元のデータを先ほどこちらで見ていくと、このデータがこちらからこう10行目から始まってますよね。で、上の部分はこういうようなデータが入ってますので、9行目まではスキップしてここから読み込む必要が出てくるわけですね。ということで、その点に注意する必要が出てきます。そこで、まず、インポート pandas as PD というのを設定して、こちらですね、アドレスをここに、PD リード CSV でこの中に出るんですけども、ここでですね、このアドレスの部分は、こちらですね、取り込んだデータのこの部分ですね、この部分で、パスをコピー。これでクリックして、これをコピーした上でここに貼り付けてやれば正確に、アドレスを設定することができます。このアドレスをリードアンダーライン CSV ここに入れます。そして先ほど言ったように、先頭行から9行目まではスキップする必要がありますので、スキップローズ9というような形で入れると、これを実行すると、こちらの方にデータをこういう形で、取り込むことができるんですね。分析する筋電図のデータは筋電図システムにもよりますが、多くの場合 CSV ファイルで保存されています。今回のシステムでは CSV ファイルに保存されたデータを取り込むこととします。この時 CSV ファイルでもコラボに取り込める形式は、こちらのように UF8 の形式で保存されていないとエラーとなることがありますので注意をしてください。このデータは10行目から筋電図の測定データが記録されています。1列目がシーケンス番号、これはデータの取り込んだ順番を表します。各シーケンス番号の間隔は1000分の1秒単位で取り込まれています。2列目はチャンネル1の筋電図の生データです。これはまだミリボルトに変換されていないアナログ値です。
CH02 は CH01 の積分波形を表します。以降のデータは筋電図の2チャンネルデータ。次の列は積分値を表しているデータとなります。ここではシーケンス番号 CH01、CH02 を使用し分析を行っていきます。まずデータを取り込むには、ポートパンダスでモジュールを取り込み PD の略名を使います。アドレスは取り込んだデータを右クリックしてパスを取得し、これを変数アドレスに設定します。データフレーム DF にパンダス、リードアンダーライン CSV で括弧の中にアドレスとスキップする行数を設定します。これを実行したのが下の取り込まれたデータとなります。それでは次に取り込んだデータの中からですね、処理するデータ列を設定していきます。まずこちらの方のシーケンス番号っていうのは、何番目のデータであるかということです。で、各シーケンス番号の間の、取り込み時間が1000分の1秒単位で、こう変化している。これが時間軸に当たるようなものですね。そしてこちらの方が、筋電図の波形ですね。原波形1チャンネルで、ここがチャンネル2がこれの積分値をしたものがこちらに入っているっていう形になっています。同じようにチャンネル2の筋電図の波形、そしてこちらの方が、こちらの積分値の波形っていうの形になっています。今回はこの、シーケンス番号と、チャンネル01、チャンネル02、この3つを使って、処理をしていきたいと思います。そしてまずデータ列の選択と、そして、列名を変更してやる、その処理を行っていきます。まず EMG、EMG データというデータフレームを設定していきます。で、データフレームの DF、先ほど読んだデータフレームですね。これが DF と設定されています。そしてそれから列を選んでいきます。iLock 関数を使って、で、全行取り込んでいきますので、コロンして、ピリオド、そして各括弧で、0列と1列、2列を取り込んでやります。そして、名前を変更します。EMG データのカラムズで名前を設定します。カラムズ。そしてイコールでリストで設定します。ここでここが秒に設定してやって、そしてチャンネル1の方ですね。これを、EMG の1番として、そして、2列のところは IEMG と名前を付けてやります。で、これを表示さしましょう。G のデータですね。という形で表示してみましょう。で、こう実行するとこういう形ですね。
元のデータがこれで、ここのシーケンス番号が SEC、こちらが EMG1、IEMG という形で、この3列を取り込みました。こういう形になります。取り込んだ総数は7598行ですね。3列取り込んでいます。こちらはデータ列の選択と列名の変更について説明しています。まず行番号1で EMG データに取り込んだデータで EF より iLock 関数で列0、1、2列を取り込んでいます。次に取り込んだ3列の列名を行番号2でカラム数で SEC、EMG、1、IEMG に設定するこのコードになります。取り込まれた0列のデータはまだシーケンス番号のままです。また1列目の EMG1 についても実測値に変換されていませんので、次の処理で変換処理を行っていきます。次にこのデータを、筋電図のデータはミリボルト単位ですね。こちらの方は、秒に変換してやります。これシーケンス番号順番だけですね。その変換を今からやっていきましょう。それで、こちらの方ですね。取り込んだ EMG データですね。こちらの方の秒のところ、これをイコール1000分の1秒単位なので1000で割ってやります。データこれを1000で割ってやる。そして、EMG、データの原波形ですね。これのこちらの方ですね。これを変換してやるんですけども、筋電図測定システムによってこの変換する式が異なってきます。今回の場合はこの EMG、データを2倍してやればアナログ値、取り込んだデータがミリボルトに変換されるというようにマニュアルに書いてましたので、今回はこのデータを2倍してやります。これを2倍してやればミリボルトに変換されます。そして、これを、表示してみましょう。こういう形ですね。そうすると、こういう形でこの列がシーケンス番号から、秒に変換されていますね。そしてこの列、生データを、ミリボルトに変換しています。こちらは時間軸と筋電図のデータの変換を行うコードとなります。0列はシーケンス番号でデータの取り込んだ順番を表すものです。これを秒に変換するには、このシステムでは1000分の1秒間隔でデータが取得されていますので、シーケンス番号を1000で割った値が秒に変換された値となります。したがって1行目のコードは EMG アンダーラインデータの SEC 列を1000で割り変換を行っています。2列目は取り込まれたアナログ値をミリボルト変換するために2倍しています。これは EMG 装置にもよりますので、各マニュアルに書かれた変換式を使用する必要があります。
それではこの変換されたデータを折れ線グラフで、筋電数のこの部分のデータですね。それをグラフ化してみましょう。それではこちら。まずグラフにするには、パイプロットの方をですね、インポートする必要がありますので、インポートでマットプロットリブで、そしてパイプロットですね。プロットを選んでやります。それを、略号をas PLT というふうに設定します。そして X 軸を先ほどの EMG のデータ、の時間軸にしますので、ここで時間セクを選びます。そして Y 軸の方ですね。EMG のデータの、こちらの方を選んでやります。あとはグラフを書いてやります。PLT のドットプロットで、丸括弧を書いて XY で、マーカーをは省略します。そして次に、カラーを、レッドにします。そして、ラインスタイルですね。ラインこういう形で設定して、描画してみます。こういう形になりました。これ見るとですね、こちらの方が基線のところが本当は0になるところが5になってますよね。ということはデータ取り込んだ時にオフセットして、データを取り込んでいることがわかるんですね。ということはここを0に設定、していかないといけないことになります。それで次のステップではこの部分の平均値を取ってここで式して0設定を行っていきます。変換されたデータをグラフ化する処理をここに書いています。最初にマトプロッピブをインポートし、使用時には PLT の略号で使用できるようにしています。X 系列には EMG データの SEC 列を使用し、Y 列には EMG1 列を使用しています。これをプロット関数で描画しています。括弧の中は系列 X、Y を入力し、次にマーカーの種類、描画色、ラインズタイルの順で設定を行っています。このグラフを見ると基線の部分がプラス5にシフトしていることがわかります。AD 変換を行う場合に多くのシステムではこのようにプラス方向にシフトした値として記録される場合がありますので、基線を0に戻す必要が出てきます。それでは筋電数のこの部分を平均値を取って基線を0にする調整を行っていきます。
で、まず平均値を求めます。EMG のこれ新しく変数を作ります。01ミーンにしましょうか。これに平均値を入れていきます。EMG のこのデータの中のこちらの方ですね。このデータが今ずれてるんで、これの平均値を取ります。ドットで、ミーン。これで平均値が求まります。そして、このデータから平均値を引いてやります。これから引くわけだから、ロック関数を使います。ロック関数を使ってやって、全行のデータをEMG1 列ですね、に対して適用する。これを代入演算子で、EMG01 ミーンで、ここでこれを表示してやるという形で演算を実行します。そうするとこういうふうな形でですね、元のデータがこちらですね。この部分のデータが上に上がっていたのが0点に近くなっているはずです。ほとんどそういう感じになっていると思います。そしたらこれをグラフ化してみましょう。先ほどと同じですね、グラフ、これですね。もうこれはやっているんで、こちらの方ですね。これをコピーしましょうか。ここまでコピーしてやって、そして、これを調整した後に、グラフを再描画してみましょう。これですね。これを実行しています。そうすると0点近くで、マイナスプラス方向にこう、変動していくことがわかります。基線を0に調整するには、行番号1で EMG データの平均値を求め、3行目の式で元のデータから平均値を引き算してやれば基線が0にシフトされます。こちらは基線を0に戻したデータをグラフ化したものです。右下の図でわかるように振幅の中心が 0mV にシフトされています。それでは IEMG の方も一緒に描画してみましょうか。それではまず X 系列のデータとして、先ほどの、EMG のデータの、こっちはこれは秒でいいんですね。で、Y2 系列の方に、EMG のデータの
IEMG を設定します。そして、Y1 の方に今まで描いてきた EMG の生データの方ですね。これのこちらの方を設定します。そして2つのグラフを書いてやります。こちらの方ですね。これを引用してコピーします。で、こちらの方を1として、で、もう一つのグラフですね。こっちを2としてやって、2の方の色をこれ一応ブルーにします。これで描いてみます。そうするとこういうような形になります。こちらが今までの生の波形ですね。こちらが積分値の波形になってます。ここ見ると、もうこちらの方で、頭の部分が途切れていますよね。これが測定域をオーバーしているという形なので、こちらの波形はあまり参考にならないということがこのグラフでわかると思います。で、これについてこちらの方統計処理をしてみましょうか。ここで Y1 の方の、統計量を出してみましょう。ディスクライブでこれのディスクライブ関数を使います。で、これでやってみましょう。そうするとこういう形で、統計値が出ていることがわかります。平均値とかデータ数ですね。最小値、最大値とかそういうような形でこう求めることがこれで、この式でできます。このスライドは2つの波形をグラフ化したものです。X 軸に時間 SEC を、Y1 系列には EMG1、Y2 系列には IEMG 列を設定してグラフ化しました。そして Y 系列の統計量を表示しています。このグラフでは系列の EMG1 は筋電図の生データを示しています。また Y2 の IMG は筋電図の積分値を表しています。IEMG の変化を見るとピーク時で測定範囲をオーバーしていますので、この部分を処理しても無意味であることがわかりますので、以降は EMG1 を処理することにします。それでは次に、この波形を、このマイナス成分をプラス側に反転させた波形、これが整流波形ですね。その整流波形を求めてみましょう。こうで。まず変数を用意して、例えば整流っていう、変数を用意して、ここでデータフレーム、として EMG のデータですね。これの計算対象がここで EMG01 なので、これを絶対値を求めれば整流になりますので、ABS ABS 関数を使用します。これで整流ができました。ここで、整流できているか確認してみましょう。整流。これでやると、こういう形で、ちょっと
この部分では分かりませんけども、もう正の値になっていることが分かります。そしたらこの値を y と設定してグラフを書いてみましょう。で、これで x の値が、先ほどのグラフですね。こう参照しましょうか。これをコピーしてやって、ここに貼り付けて、これはいらないですね。これがいらない。で、こっちが、これはもう設定しているんで、で、こちらの方ですね。y ですね。で、統計量も出してみましょう。y のディスクライブで。はい。じゃあこれでやってみましょう。そうすると、こういうふうにですね、マイナス成分がなくて、プラス成分だけに整理されているのがわかりますね。で、こちらの方に、統計量も求まっています。このマックスの部分が、波形の振幅にあたります。で、こういうふうな処理をした後ですね、以降これを滑らかにしていくとか、積分値を求めるとか、区間を、区切ってですね、その部分の統計値を求めるとか、そういう処理をですね、次回以降行っていきたいと思います。筋電図波形のデータ処理の第一歩は整流処理を行うことです。整流処理はマイナス側に触れている波形をプラス側に反転させる処理を行い、すべてのデータをプラス側のデータとする処理です。したがってデータの絶対値を取れば良いことになります。1行目のコードは ABS 関数を使って EMG1 列を処理するものです。これを使ってグラフ化すると右下のようにプラス成分だけが表示されていることがわかると思います。またこの Y 成分を用いて統計量を求めたのが下中央の結果となります。今回はコラボラトリーに筋電図データを取り込み、整流処理と統計量の算出までを行いました。次回はこのデータを使用してデータの並活化処理と区間データのグラフ化、統計量の計算をお送りする予定です。ご視聴ありがとうございました。